皆さんこんにちは、ローランドです。僕はですね、日本の東京都というところの出身の、職業はホストと、そして起業家ですねをやっている、今年30の独身の男です。では1問目いきたいと思います。これはですね、お客様とお酒を飲みながら、楽しい会話を提供するっていうのが主な仕事内容になってます。最初は女の子と喋るのがもうすごい苦手でしょうがなくて、もう全然シャイで喋れなかったっていうのが一番最初で、この業界に来る前はずっとサッカーをやってまして、10年以上サッカーをプロ選手を目指して、もう男の子だけしかいないクラスの中でサッカーをやってたんで、なので女性と喋るのはすごい苦手で、最初はかなり苦労しましたね。この仕事を始めてから女性と話すのがもう大好きというか、生きがいに変わりました。はい、という質問なんですけど、特にビジュアルに対しての制限はなくて、身長が高くなきゃできないとか、スーツを着なくてはいけないというのはなくて、本当にやる気さえあればどんな学歴でもどんな、バックグラウンドでもできるのが、一個のホストとしての魅力で、誰でもなれるし、誰でもなれるそんな業界からすごいお金持ちが生まれるっていうのがこの業界の一個の魅力だと僕は思います。なので、これを見てるどなたでもホストを目指そうと思った瞬間からホストになれるので、ぜひ求人でお待ちしてます。それぞれの道を目指すそんな業界なんで、別に決まりは特にないです。自分が一番かっこいいと思った格好で来いというのが、スタンダードな価値観ですね。僕は起業家も兼ねてるんであんまり当てはまらないんですけど、僕が本当にホストだけをやってた時は、まず、夕方の5時に起きて、そこから食事をして9時から朝の2時まで働いて、そして日が出てきた朝の6時に寝るという、本当に普通の人と真逆の生活をしていましたし、多くの現役ホストたちもそんな感じで生活をしています。ホストの時と今その起業家としての生活、どっちが大変かって言われたら、もう確実にホストの方が大変で、もうこんな生活したらもうすぐ死んじゃうだろうなっていうのがあったんで、もうホストの時はかなり昼夜逆転で大変でしたね。太陽を見たことがほとんどなかったです。これはねよく聞かれるんですけど、特に外国の方にホストの仕事に対してよくあるイメージで、女性とセックスをするのが仕事なんじゃないのかっていうふうに思われがちですけど、そんなことは実際全くなくて、僕らが売ってるのはセックスっていうよりもいい素敵な言葉とか、ときめくその瞬間っていうのを僕らは売り物にして高いお金を得てるんで、そこはこの質問を通して台湾の人たちも誤解を解いてほしいなっていうの質問ですかね。はい、サービスを提供するときにどのように自分のキャラクターを設定しますか。パスかな、難しいなこれ。どのように自分のポジショニングを説明しますか。そのホスト業界ってことですよね。多分、説明するとしたら、もう歴史上で類を見ないダントツの、ナンバーワンです。もう取りましたし、ナンバー2の誰か教えてほしいです。ブラックいきますか。ブラックね。これはですね、いろんなテクニックあるんですけど、一番みんなが真似しやすい方法で言うと、もうとにかくあなたと僕はもうお話できてとっても楽しいんですよっていう仕草とかジェスチャーとかをして相手に、私と喋ってこの人楽しんでもらってるんだって思わせるっていうのがすごく大事だと思います。嫌われないために必要なことっていうのは、まず、僕の持論ですけど、清潔感と、あとは鍛えられた体と、あとは女の子は悪気がなく嘘をつく生き物なので、その嘘を許してあげる、そういう器の大きさ、女の嘘を許してあげられるかどうかっていうのが、女性に嫌われない、モテるために必要なもう大事な3つのポイントです。もう嘘を許しましょう。女の嘘を許してあげましょう。単純なフレーズで可愛いねとか綺麗だねっていうよりも、あなたのどこどこが好きですとか、あなたのどこどこを私は可愛いと思っていますっていうようなフレーズをもう少し長くするっていうのが大事で、短いフレーズだと相手からすると誰にでも言ってる
というように感じられちゃうんで、まあ、1フレーズだったものを2フレーズか3フレーズぐらいにするっていうのは相手に対して軽いと思わせないコツだと思いますし、僕はよくやってます。多分全世界の男が納得してくれると思うんですけど、もうこの女性俺に惚れてるなと思ったら努力しなくなるものじゃないですか。日本の男性もそうなんですよ。でもそうじゃなくて、この女性僕のことが好きだな、もう完全に僕のことを愛してくれてるなって確信を持ったとしても、それでもちゃんと努力する、そこで怠けない、相手の女性の愛情に甘えないっていうところがいいホストで居続ける、たくさんのお客様に愛され続けるっていうコツな気がします。日本のホストクラブへ行きたいなら何を注意すべきですか？これは、とりあえず通訳さんを連れてきた方が楽しめると思うんで、その言葉が分からなくてもシャンパンコールだったりとかそういうパフォーマンスはあるんですけど、より、楽しみたいんだったらさっきも言ったように僕らは言葉を売りにしているんで、通訳を連れていくのがよりベターかなと思います。やっぱり太陽を見れないっていうのはすごい精神的にも辛かったんで、ホストをやっている時はもう本当にずっと夜に生活して朝が来たら寝るっていう生活でストレスも溜まってたんで、もしできることだったら皆さん早起きをして太陽の下で少し運動してみてください。影響確実にあります。体のケア、そうですね、ジム行ったりとか、あとは、僕自身が太陽のように輝いてると自負してるんで、鏡の前に立って自分の光を浴びてます。本当ですか？もちろんちゃんと日焼け止めは塗ってますよ。皆さん大丈夫ですか？日焼けしてないですか？僕の。本当。はい。じゃあ次ね。